センチュリーを買いたいと思った時にお値段は気にならなかったですか？还没有。これからの世界を牽引する新しいリーダーに向けたセンチュリーがあってもいいのではないか。トヨタという名前がね、あってそれもまた武器になったと思います。トヨタイムズ富川悠太です。センチュリーが中国にやってきましたということで、今回はここ上海で実際にセンチュリーを購入した若いオーナーたちと豊田章男会長の座談会が行われるので、その模様をお伝えいたします。もうすでにこの後ろ設営してありますね。こちらの建物の中で行われるということなんです。中どんな様子なんでしょうかね。入ってみましょうか。おお、いきなり大きな鳳凰が出迎えてくれますよ。失礼します。この後行われる会場がこちらです。すごいセンチュリーの世界観ね、表現されてますよね。中国でも販売が始まった新型センチュリー。熟練の職人による匠の技によって一台一台手作業で生み出され、販売店から選び抜かれたマイスターと呼ばれるスタッフが販売を担う、まさに唯一無二の車ですよね。実際に叩いてますね。その新型センチュリーへの思いをかつて章男さんはこう語っていました。今から3年半前、新しいセンチュリーを作ってみないかという私の呼びかけから開発がスタートいたしました。価値観が多様化する時代です。これからの世界を牽引する新しいリーダーに向けたセンチュリーがあってもいいのではないか、そう思ったわけです。未来をもっと良くしたいという意思を持ち、もっと成長しようと努力を続ける世界のリーダーにお届けしたい。そしてここ上海で中国のセンチュリーオーナーと章男さんとの座談会が行われることになったんです。集まったオーナーは5人、平均年齢38歳。各界の分野で影響力を持ち、若きリーダーとして活躍されているそうです。座談会の前には新型センチュリーのチーフエンジニア田中さんからその歴史が紹介されたり、実際に匠の技を体験する時間も設けられました。疲れてないのかな、大丈夫かな。参加者の一人リーさん、レアアースの採掘事業などを手掛けています。これまでに30台もの車を所有してきた大の車好き。ちなみに一番高かった車をお尋ねすると、最贵的有那个200万美金的200万ドル。うわあ、2億5000万か。高かったですか、安かったですか？当時感觉贵吗？当时还可以，まあまあ。そんなリーさんにとってもセンチュリーは特別な存在だといいます。そもそもセンチュリーを買いたいって思った理由は何ですか？我觉得只有这个车可以代表传承，因为其实全世界最老的那个家族企业都是，最老的都在日本，所以它有一种传承的。所以其实我一开始我想买这个车，我想买了以后送给我爸爸。然后我是这样的一个想法，我觉得这个车很配他，然后我买了以后我也可以用，以后我小孩长大了我也可以留给我小孩，我是这样的，我挑来挑去也只有这个产品适合。会場には自らの新型センチュリーで訪れた人も。おお、かっこいい。黒一色だ。おお、中も黒にしてある。ボディに合わせ
内装も黒にカスタムするこだわり。なんで黒で統一したんですか？比较酷一些。クールだからです。クール。ジャンさんもクールですよ。ザノヤフジャンさん、小さい頃から車が大好きで、自らレーシングチームを立ち上げてさまざまなレースにも参加しているそうです。このセンチュリーでも運転を楽しんでいるといいます。どうですか？今までスポーツカーとかも乗ってたんですか？对。はい、そうです。开的比较多。いろんな車に乗ってます。いろんな車を運転してたのと、このセンチュリーの運転する感覚って違う部分ってどこですか？这个车的静谧性跟舒适性还是比较突出一些。ジャンさんが初めてセンチュリーに出会ったのは3代目がお披露目された2017年の東京モーターショーだったそうです。当时他发布的时候，じゃあこれを見てセンチュリーが好きになったんですか？就很喜欢。それを見て好きになり对，ました。因为轿车没有进来，然后でもセダン入ってこ我知なかった道这个车要进来的时候，我就定了。センチュリーを買いたいと思った時にお値段は気にならなかったですか？还没有。なかったです。就是它那个价格也还在，就是这个範圍之内，我能接受。この SUV タイプっていうのはセンチュリーとしても初めてなんですけれども、意外な感じはしました？我感觉也很好，包括那个它底盘会稍微高一些，然后通过性啊，在中国的路况也比较适合。何台も車持ってらっしゃると思うんですけど、あえてお聞きしますね。このセンチュリーは何番目に好きですか？目前排第一。言わせたわけじゃないですよね。不是強迫你说的哈。没有。ありがとうございます。はい。では一緒に乗りましょう。中国の若きリーダーは普段センチュリーをどのようにして使っているのか、どうぞ。試乗車に乗ってもう少しだけお聞きしました。車いっぱい持っていらっしゃるから、今日は何に乗ろうっていうのはどういう気分で決めてるんですか？这个随机，就是特别想开的时候就开哪一个车。じゃあセンチュリーを乗りたいなって思うのはどういう時ですか？就想放松，听听歌，或者是带家人一起出去玩，或者是吃饭之类的。音もいいんですか？这个车音质也很好。对，我2个小孩也很喜欢。お子さん2人いるんですけど、2人ともこのスピーカーこの音が好きです。お子さんたちが一番好きな車は？司機，他们就喜欢坐2个后座。このセンチュリーで後ろの2つの席に座ってます。素晴らしい。ちなみに奥様は？这个阿尔法可能。アルファード。アルファード。ああ、でもトヨタでよかった。因为那个空間。車ファンってことは、豊田章男という人が森蔵という名前でああやってモータースポーツを楽しんでるっていうのもご存知なんですか？有一些了解的。豊田章男さんと会えるっていうのもどうですか？很期待。すごい期待してます。そして皆さんが期待する秋夫会長が登場。座談会はそれぞれの自己紹介から始まりました。チーフエンジニアの田中さんからは、こちらの写真はですね、中村健也さんという非常に偉大な初代センチュリーを作った開発責任者の方ですけど、私とこの方が似てるのは頭ぐらいですね。中身が全然足りませんので、今頑張って鍛えていただいているところです。と場が和んだところで座談会スタート。那我知道那个会长他平时就是一直比赛嘛。那我们都是对我来说，会长和我应该是赛车人。那我想问一下，赛车人都想了解的一个东西，会長在这么多年的比赛经历下，有什么特别難忘的賽事的時候一種經歷或者是一種難忘的事情嗎？まずね、私はねレーシングドライバーでありません。マスタードライバーで、どちらかというとトヨタとかレクサスのね車の味付け人、
総料理長、だと思ってます。で社長になってからは、そのマスタードライバー兼、社長ということでね、もっといい車を作ろうよということだけを言い続けました。それでその10年間ほどね、もっといい車を作ってきて、今はねモータースポーツを起点にしたもっといい車、というところまで足を踏み入れたというふうに思ってます。でモータースポーツが好きな人たちっていうのは、カーボンニュートラルだとね、非常に肩身の狭い思いをしてたと思います。そこに水素エンジンを入れてあげることによって、モータースポーツに関わる人も、カーボンニュートラルに参加できるよ、ね、それからエンジンやってた人も未来のモビリティ社会に参加できるよ、そんな世界を示すために森蔵がハンドルを握っていると思います。水素は爆発するってイメージがあるんですね。そこに森蔵がハンドルを握るということで、爆発のイメージが未来に変わってると思います。いろいろ難しい話言いましたけども、でもこうやって続けていられるのはね、私が運転が大好きだからです。我想请问一下会长先生，有没有我刚刚听到你讲那个氢能的发动机，有没有考虑过发展土能的发动机？就是金字旁一个泥土的土 ，Soaring。我知道这个路程还很遥远，但是这只是一个新兴的一个，对他已经在研究氢了。我想听听会長的看法。ぜひ謝謝。コメントをお願いします。貴重なご意見ありがとう。はい。丰田公司的这个历史也很悠久啊，也传承了好几代，到会长这代应该也到第4代了，包括我们的市级，这也是第4代的产品。那我想问，就是会长在做这个车的时候，关于以前旧的传承跟新的创新，他自己是怎么去思考的？包括丰田公司未来的传承跟创新，他自己是怎么去平衡的，或者他自己有没有什么其他的一些更好的想法？この継承者が3代目以降会社に入りますと、ものすごい孤独な人生です。ずっと孤独にね過ごしてきましたけれども、初めて役に立つなと思った時がアメリカの公聴会の時です。私が社長になってすぐ品質問題というのが起きました。この公聴会に出席するということは初めてね、私自身が大好きなトヨタのために動けるチャンスだったと思います。この時私は、全ての車には私の名前がついています。ですからこの車が傷むということは、私の体が傷むのと同じですという発言をさせてもらいました。だから時はトヨタという名前がね、あって、私がここの公聴会に出たことが、ものすごく意味があったような気がします。ですからそれ以降、私のトヨタの中でのね、当時社長としてのミッションは、もっといい車を作ろうよ。その時にマスタードライバーかつ、社長である私がトヨタの味、レクサスの味っていうのは何かというのを言えたこと、これが継承での一番の私の武器だったような気がします。ただ時代は変わりますし、お客様の好みも変わります。そういう時にやっぱり過去の否定というのはなかなか、普通の方だと難しいんですが、私にはこの名前があったということが、それもまた武器になったと思います。思想と、技と所作、というものを、お茶のね家元かのごとく、伝えていくのがマスタードライバー兼会長である私の役割だと。我有一个问题，丰田会长是一个特别有激情的人，我就想他在这个对产品的追求过程中，会不会跟团队产生一些争执？在面对这种问题的时候，没有对错，有可能要妥协，有可能不能妥协，他怎么下判断？然后又有没有一些有趣的故事可以分享一下？まずね、トヨタの中のエンジニアというのはね、3種類います。私と一緒に車を壊して、直して、より強くする、そういう一緒にね、マスタードライバーと一緒に作る人で、第2グループ的なのがありまして、これはね、とにかく会長とか社長とかマスタードライバーと一緒に仕事をするのは嫌だと、ね、だけどもっといい車を作りたいと思ってるそうなんです。それで私が大事にしようとしてるのは1と2なんです。それで1と2の人たちから社長にとってね、いい車って何ですかっていうことをよく聞かれました。私の答えはシンプル。そんなの自分で考えなさい。
もし私が自分にとっていい車はこうだよということを言ってたら、今のトヨタの商品ラインナップはできてません。ですから今トヨタのねフルラインナップでいろんな車があるのは第2グループがあるからです。今現行のプリウス、僕はコモディティにしなさいと言ったんですけど、我々の技術陣はね嫌ですと、エンジニアはプリウスを愛車だと思ってます、それで愛車と思ってるなら自分たちが思う愛車を作ってみたらという戦いが始まったんです。それで出てきたのが今の形です。車という商品はね、お客様が我々の手を離れた後に20年30年と使います。ですから開発期間の5年なり3年から5年っていうのはね、本当にね社内で最後の最後まで戦い合ってる、そういうそのね前向きな戦い合い、というのをやっておりますので、決して私の思ってるね車をばっかり出てるんでは、この1000万台規模のこのフルラインメーカーっていうのは不可能だと思います。会长，我想问一个关于4级产品的问题，就 GRMN 会来中国吗？后期4级这个产品会用到 V8 的发动機吗？私が乗ってるセンチュリーのね、この右側の方の車、これは GRMN。ただまだこれ1台ですよね。ね、まだ1台。但是呢，现在问世的只有1辆。はい。それで今度は多くのね方に、また世界中の方に乗っていただく GRMN にしようと思っています。对，因为对，所以我刚才说会长那么爱车，我们也这么爱车，应该把我们跟会长同样喜好的 GRMN 引进到中国来。那是的しょ？しますします。您放心吧。对，因为老的世界好像我们父輩做的车。GRMN 才像是我们的車。それで皆さんのようなね、若いこれからのリーダーがね乗ってほしい車にしてるんですよ。その代わりちょっと待たなきゃダメですよ。但是呢，可能还要一点点时间。田中总工的头发又要变少了。リーダーのためにはもう喜んで。これまで30台もの高級車を所有してきたリーさん。明夫さんの印象は？我觉得他很有激情，然后呢，那个也是很创新的了。虽然我听不懂日语，但我从他的语音、语速、语调里面，我能感觉到他对生活的激情的。センチュリーという車の印象っていうのは、明夫さんの話を聞いて変わりましたか？它是真正是那个世代相承，就是真正是一个作品，它能用一辈子，或者是可以传世下去的一个这样的一个作品。在我的理解里面，这个4级有可能是那个最后一代就是传手工的这种车了。真的这么用心的去制作一台车，以后不会再有了。所以我现在想买一台去收藏一下。但是我买的是那个跟会長同样版，目前只有1辆的那个，但是我有可能要等个1年这样子。最初に今お願いしてるものを買っといて、もう GRMN をオーダーしておくっていうことですか？对的，对的，因为我要的就是那个移门版，然后我觉得这个是那个 New Century 最大的改变，我就是喜欢这样的独一无二的这样的一个作品，所以我愿意等待。世界の新たなリーダーに乗ってほしい。そんな思いで作られた新型センチュリー。明夫さん、次はどの国の新たなリーダーに会いに行くのでしょうか？